極端流 VDM チャンネル、始まるよ。極端流 VDM チャンネルでは、VDMSL という言語の紹介をしていくよ。記念すべき第1回の内容はこれ。VDM って何を紹介しようかと思ったけど、まずは、カウンターを書いてみよう。書いてみれば、どんな言語かわかるよね。というわけで、カウンターを書くんだけど、まずは、カウンターって何からいこう。それから VDM で書いてみよう。プログラミングを楽しんでいる人には、カウンターってよく出てくる言葉だよね。ループカウンターとか、アクセスカウンターとか。でもそれを人に伝えるのって、実は結構難しいよね。そこで、AI さんに聞いてみた。ねえジェミに、カウンターを書いてみて。そうそう、バーテンダーさんがいて。そのカウンターじゃなくて、別のカウンターだよ。そうそう、しっぽりと。数を数えるカウンター。ずっと、ピンポーン、正解。数字が表示されていて、カチカチ押すボタンと、ゼロに戻すボタンがあるやつ。つまり、カウンターというのは、値を持っていて、ゼロにリセットできて、ボタンを押すとカウントが増えていく。あと、カウント値が見える。じゃあ、これを VDM で書いてみよう。カウント値というのは、カウンターの状態だね。VDMSL では、こう書くんだ。1行目でカウンターの状態定義を開始。2行目のカウントコロンナットで、自然数型の変数、カウントを宣言している。3行目では、この状態の初期値を定義している。前半の S イコールイコール S イコールの部分は魔法の呪文だと思って。大事なのは MK カウンターの括弧の中の値が初期値になるってこと。4行目のエントで状態定義を終了する。なんか普通のプログラミング言語と比べると、変数一つの宣言にこんなに行数をかけているのは、面倒くさい感じがするかもしれないけど、別に難しいことはないよね。ちなみに、VDMSL では、こんな風に、識別詞に日本語を使うこともできるんだ。どっちが読みやすいかは、人によるよね。プログラマの多くは英語の識別詞に慣れているから、このチャンネルでは英語の識別詞を使うことにするよ。次に、リセットだ。変数カウントの値を0にする処理を定義費用。細かいことだけど、VDM では、状態に関わるような手続き的な処理のことを、操作と呼ぶんだ。このチャンネルでも操作という呼び方をするね。1行目では、リセットという操作を定義しますよ、と宣言している。コロンの右側は、操作の型なんだけど、イコールイコール大なりの左側が引数の型で、右側が返り値の型だ。カッコカッコは、ない、ってこと。2行目に操作の内容を定義している。見ての通り、カウントという変数に0を代入している。VDM では、代入は、イコールではなくて、コロンイコールと書くんだ。イコールは、等値の比較演算子になるんだよ。
ちょっと古風だけど、難しくないよね。ボタンを押すとカウントが1増える操作も同じような感じだね。変数カウントに代入する値が0ではなくて、カウントプラス1になっただけ。簡単。最後に、カウント値を読む操作だ。この操作には返り値が必要だから、1行目のイコール大なりの右側がナットムになっている。そして、2行目の操作定義本体では、変数カウントの値をリターンしている。これも、簡単。全部合わせると、こうなるよ。VDM という言語がどんな言語か、なんとなく雰囲気はわかったかな。VDM は、使用記述言語といって、これから開発するプログラムがどんなプログラムかを決めるための言語なんだ。つまり、VDM で実稼働するシステムを書いてコンパイルするのではなくて、VDM で書いた仕様を元にして、プログラミング言語でコードを書くための言語なんだ。最初に、カウンターの絵でいろいろと間違った絵が出てきたよね。あれは、実際にジェミニに絵を描かせてみて出てきちゃった絵なんだ。プログラムの動作を日本語で正確に伝えるのって、難しいよね。カウンターのプログラムを作って、と言われても、どういうカウンターなのかわかんないよね。それをはっきりと、ロジックも込みで、どんなプログラムかをビシッと決めるための言語なんだ。日本語の箇条書きでも大体ふわっと伝わるけど、プログラミング言語みたいな言語でビシッと書けば、あやふやにはならないよね。プロトタイピング専用言語と言ってもいいかもしれない。プロトタイピングというと Python とか有名だけど、Python のようなプログラミング言語と VDM には決定的な違いがあるんだ。それは、VDM では内部的に保持する状態をすべて明示的に宣言するということ。プログラミング言語の場合には、もちろんそのコードの中で使われている変数はすべて洗い出せるけど、実際には外部ライブラリとかランタイムライブラリとか OS とかいろいろなところに隠れた状態がある。プログラミング言語は実行するための言語だから、実行する上で隠れた状態に左右されてしまう。VDM では、外部の状態には左右されない。あくまで、VDM で書かれたソースの中で明示的に宣言された変数のみで内部状態が決定する。ちょっと難しい話になっちゃったけど、これはどんなプログラムかを伝える上で、とても重要なことなんだ。本当は、数学的な証明とかして厳密な開発もできる言語なんだけど、そこまで頑張らなくても、プログラムみたいに実行できるレベルまでビシッと書くだけで、十分に効果がある。それが VDM なんだ。今回はここまで。次回からは、今回書いたカウンターを使って、VDM の開発環境でいろいろなことをしていくよ。まずは、開発環境のインストールだ。極端流 VDM チャンネル、次回をお楽しみに。